で仕事するんだったらこれでいい。でもし脱ぐんだったらインナーをどっちかにしたい。なんか着てた方がいいって感じ？衣装とかってダークな感じが今までも多く役柄がだったっていうのも多いと思うんですけど、今回結構すがすがしい感じの服が多くて、でまだちょっと何のシーンに、どんなシーンでこの服とかっていうのがまだ決まってないんで、ちょっとそこは楽しみにしてます。まずまみちゃんとのやり取り、20歳の女の子がどう女性として接しられるというか、ちょっとだんだんなんかそこの中がいい感じになっていく様が、なんか伝えられたらなっていうのと、あとはもう本当に怖い映画になればなと思って、おります。頑張ります。栗山千明さんです。よろしくお願いします。セリフが増えるかもしれないっていうことを散々聞いてたんですが、結構カットごとにちょっと多めな説明過剰なセリフが増えてきたりとかして、私が車つけ大好き。そういう経験がなかったので、その場で言われてこう覚えてっていうのが結構まあ面白いんですけど、楽しいんだけどちょっと大変でもあったかなと。自転車に多分8年ぶりとかぐらいに乗ったので普通に楽しかったです。今日終わって今度美容室の撮影とかとなると、また今度は接客だったり仕事をしながらっていうセリフというか芝居っていうのが増えてくると思うんですが、ちょっとずつ慣れていくといいなと思います。あ、ゆき、待って、捕まえて。どうしたの？いいから捕まえてって。ゆき、捕まえてみたいな。いや、捕まえて。捕まえてるの？うん、捕まえて。どうしたの？なんでもないんです。なんでもないんです。なんでもないこと？オッケー、大丈夫。はい、オッケーです。私は小さい頃からお母さんと美容室に行くのが大好きだったの。そこの美容室のスタイリストさんはとても上手な人で、私は鏡に映ったお母さんを見るのが大好きだった。はい、カット。痛いなあ。うわ。スイッチがなってきました。カッ。入ってます。栗山千明さん、オールアップです。今までにこういう髪の毛のホラーっていうのはなかったですし、これからもきっとないのかなと思うと、多分一生忘れないだろうなと思います。今回の脚本を読んだ時もそうだったんですけど、改めてなんか身近にあるものが怖く感じたり、今回は髪の毛っていうのがあって、物の見方によっては怖いものってたくさんあるんだろうなっていうことも思ったりしまして、よく考えると自分の毛とかだと全然思わないのが、知らない人の髪の毛が1本でもそこに落ちてたらってちょっと思ってしまうのが大量にあるみたいな感じなので、あっちに黒髪のやつに鈴がついてたんですよ。黒髪に鈴って怖いとか、ちょっとおぞましいし気持ち悪いなって思いましたが、だんだん山崎の車とかを見てるうちにちょっと可愛いかもって思ってきたりっていうのはありましたけど、やっぱり今日最後やって絡まるし不気味ですね。髪の毛は怖いですし大変だなって思いました。ジルドレの
シーンとかは等身大のというか、爽やかにできたのかなと。でそれと対照的に髪の毛絡みのシーンだったり、あとお姉ちゃんとのシーンだったりっていうので、なんかいい具合に対比ができたかなと。私の中で結構悩みを抱え込んでいたりっていう人ってむしろ明るいイメージがあるんです。外面というか表面では明るく見せてるけど実はっていうそのイメージが私の中であって、で今回それが出てるキャラクターだなと思いました。暗いところと明るいところの対比だったりっていうのはすごく人間らしいなと思いました。例えばスーツ着てたりとかして普通の、人が裏でそういう毛が好きっていうマニアックな感じなのかなと思ったら、結構可愛らしいキャラクターでもう最後の最後ももっとちっちゃくなっちゃったりとかして、なるほどなって、だからそういう風な死に方なのかなとか、ちゃんと考えてみるとかなりイケてるキャラクターだなって改めて思いました。一番ラストの方のメインのシーンでもやっぱり大杉さんの迫力だったりお芝居っていうのがあったのですごくやりやすかったです。その決められたものプラスアルファでこう入ってくることによって自分で冒険できるなって思ったり、お芝居してみてそれで初めて分かる、こういう言い方した方がいいのかなっていうところをうまい具合についてもらったなと思います。だから最初は緊張してできるかなっていうのがあったんですけど、それに慣れてきた時はむしろ助かるというかありがたかったです。裏で影の部分がありつつも基本的には普通の女の子っていう中でどれだけ自分がその演技を広げられるかなっていうのが結構考えていたんですけど、それが自然と監督のおかげで膨らんでいった気がします。私栗山千明は、今回、普通の女の子を演じまして、それに絡んで、髪の毛ということでホラーだったんですが、まみちゃんとだったりお姉ちゃんとだったりいろんなその中でもドラマがあったので、その辺のなんか心境も伝わればいいなと思っています。楽しんで見ていただけたと信じています。いいかな。制限時間は45分。時間内にできなくちゃどんなに出来が良くってもダメだからね。はい。入稿しといて。はい。はい。サロンで働く人間自体は今回初めてやるので、なのでちょっと入る前にも研修でハサミの持ち方を教えていただいたり、ちょっとマネキンをいただいてカットの練習をしたりとかしたので、そういうのがすごい楽しくてですね、やりだすとハマってしまうので、今回も早くそんな機会が来ればいいなと思いながら、なかなか実際にカットするシーンはまだできてないんですけど、いつかいい腕前をお披露目したいと思います。僕いつも床屋なんですよね。美容室って初めて。まだ2年のスタイリストの卵のゆう子がそこはかとなって最初のうちはちょっとドキドキしてたんですけど、やっていくうちにだんだん慣れていって、みんなと和気あいあい楽しくできました。おはよう。ごめん遅刻した。これは私と同期にこの店に来た同じくスタイリストの修行の身の幸ではないか。まだやってるの？年も現実に21と私22なんですけど、近くてなんか話が合うなと思って、息もぴったり最後は合いました。勉強会のモデル紹介しようか。ありがとう。でもなんとかする。オッケー。まさか今日の子供じゃないよね。他のジルトレの人たちは寄ってきてくれませんでした。はい。勉強会でいいカットモデルと組むのはスタイリストへの近道だからですよね。出る杭は打つというか若い芽を摘むというか、
誰に対しても意地悪なんだなっていうか、自分が一番大好きなそりゃ、死ぬだろうみたいな単純にね意地悪であった方が面白いかもっていう感じでやってみました。本当に実際もみんなキャラが全然違うのですごい楽しいです。キャラクターをここまでがっつり作られると達成感っていうものがすごいんですよ。タバコをもう初めて吸ってきつい苦しいとか思いながらもだんだん吸ってるってそんな感じになってくるんですよね。なんかいろんな人がやるのをこう真似てちょっとかっこよくしてみたりとか、ちょっとなんかやりきれてない部分もそれもそれでゆり子っぽいかなと思って頑張りました。後ろの時は横にこう流していっちゃって、それともこう縦に。そうだね、ハサミはこっち側の方がいいよね。現場はすごくこう皆さんが緊張感もありながらもこう楽しく、スタイリストはもう本当に美容室のみんなみたいに仲良くなって、しかも昨日は3人部屋だったので恋バナとかしたりとかもうすごくプライベートでも仲良くなったので楽しくやらせていただいています。7役は下手な役なんですが本当に私も練習してきたんですが今もちょっと下手っぴでついていくのがいっぱいいっぱいでした。昨日はすごい艶やかだったのにさ、今日ちょっとむくんじゃない朝ひどかった。違うの。なんかビール飲みましたって顔してたよね。いやもう同室の方にすごくね、もうどんどん飲めって言われて、もうこんなパンパン朝起きたら全員女性なんで、初めちょっと男一人で大丈夫かなと思いつつも、役的にどちらかというと女性の方にな感じなので、普段からもお話しさせていただいてコミュニケーション取って頑張ってます。店の中ではある意味少しムードメーカー的な感じで明るく元気に演じていけたらなと思ってやってます。今日は2日目なんですけれども、1日泊まっていろいろ話したりする機会があって、どんどん相手を知っていくので役作りにすごく役立ってます。初めてエクステを今日と昨日でやったんですけれども、すごく面白くてハマっちゃいまして、演技忘れてたってならない程度にすごく集中してやってます。ジルドレは、撮影場所が鎌倉なんですけど、やっぱりなんかいい気分ですよ。建物も可愛いし、いろんなタイプの美人が今回揃ってますし、空気もとっても気持ちいい感じですし、気持ちよく撮影させていただいております。優子のことを可愛いなと思って見ていたりとか、幸ともそんな先輩後輩という感じではなく、付き合っている、あんまり後輩からは先輩と思われていない先輩キャラなんでしょうか。ありがとうございました。楽しかったです。短い間でしたけど楽しかったです。ありがとうございます。短い間だけどとても楽しかったです。どうもありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。みんな一緒だよマジで。楽しかったです。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。みんな一緒だよ。私がほとんど撮影に携わったジルドレっていうのは、美容室内で淡々と日常の中で仕事をしていくという、日常の背景だったと思うんですけれども、どこかその一歩出てしまうと映画全体を通した時に、そこから実はそのエクステというものがスタートして、何でもなかったお店の中のものの一つが狂気に変わっていって、いろんなところで事件が起きるっていう、すごくそのジルダレ内と出た時のギャップっていうものが多分あるんじゃないかなと。なのでだからこそ淡々とした日常をジルドレ内で人の会話を生み出せればいいなという、そういう役割をできたら、かえって何でもどこにでもありそうなところにこんなことが発展してしまうかもしれないっていう怖さがあるんじゃないかなと思って、おそらく他のシーンはそれに付随するようにいいバランスで怖くなっているというふうなこともスタッフの方からも聞いてるので、とにかくホラーファンとしては出来が楽しみです叫びたいと思います。
オッケー。お疲れ様でした。どうでした今日はいっぱい待ったよかったです。楽しかった、うまくできた自分でこれからまた頑張ろうね。はい、よろしくお願いします。でもなんか今日はもう本当あっという間に終わっちゃったので緊張したまんま終わってしまった感じです。いやもう清美のファーストカットは素晴らしいです。はい、つぐみさんはもう僕の、永遠に僕の映画に出続けてもらうことになってますんで、これからも末永くよろしくお願いします。じゃあのびちゃんあっち行こうか。もうジルドレの皆さんはもうずっと結構撮影を終えてもう仲良くなってる中に入ったので、なんか途中参加っぽい空気があって、なんか初日っていう感じではなく、すんなりポンと入ってしまいましたね。中学以来の友達の役で性格も正反対で、でもなぜかうまくいってるという子たちで、私はダンサーを目指していて、そうですね、性格的には優子を引っ張っていくような明るい女の子ですね。楽しかった。合計5時間ぐらいしかやってなくて、自主練もしなきゃいけなかったんですけど、なんか微妙にあんまりできなかったので、今日ちょっと入る時は不安だったんですけど、でもなんか周りのみんなもこう盛り上げてくれるし、先生もすごいいろいろ直前でポイントだけでもちょっと教えてもらったりしたんで、出来は完成を見ないと分かんないですけど楽しめてできたので合格。あっという間でしたね。怖い映画ほどなんか現場が明るいっていう噂を聞いていて、本当にその通りですごい明るい現場で、楽しかったですね。なんか新しいもの尽くしというか、そういう怖い映画も初めてだし、髪の毛を使ったものっていうのも初めてなんで、いい経験ができました。その監督はなんか新しいタイプというか、私が会ったことないようなセリフを自分のものにして言おうと思ってたんですけど、その監督ってセリフ通りじゃなくていいから、そのパッションが大事って言ってやってっていう感じだったので、割と自由にできたし、自分でいろいろ考えながら楽しみながらできたし、なんか次どんなこうセリフの付け足しがあるんだろうとか、どういう風にこういろいろ注文をしてくるのかなと思って、すごいドキドキというか期待をしながら楽しみながらできましたね。役ってなんか色とかでイメージしてやってたりするんですけど、なんかその3にいろいろ言われると、なんかいろんな色のイメージが出てきて、実際洋服もカラフルだし、なんかいろんななんか面を見れて色が出て、やりがいがありましたね。やっぱ部屋にまさか髪の毛一面にできるわけないって思ってたから、全部架空でこう空想の世界でやらなきゃいけないのかなと思ってたら、現場行ったら本当に髪の毛だらけだったんで、いやなんかその台本のことが目の前で本当に起こってたんで、うわすごいと思ってびっくりしました。リアルに髪の毛が動いてるのかとか、ダンスのシーンとかどんな風になってるのか、楽しみ。ほら昔みたいに「はい」はほら「はい」はほら「はい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 」おめえじゃねえよ。お疲れ様。なんもないのか。また呼んでください。監督言った監督。何が意地悪だっけ。何でも楽しかった。お疲れ様でした。バイバイ。なんかその2回目なんですけど、いつも弾けさせてくれるので、それがすごい楽しかったです。
どうして優子にあんな態度なのかとか、どうしてああいうことをしてしまう女性なのかっていうのがすごく唐突じゃないですか。本編の中では唐突にやってきて荒らしてやってしまう。でもなんかそこにすごく人の寂しさというか、ただ暴れるだけじゃなくって、何でもいいからそういうことを見ている人に感じてもらえたらなと思って演じてました。優子と血がつながってないしって一言なんかそう言ったセリフがあって、だから優子が母親のことを語ってるシーンとかを私はその台本で読んでるとやっぱちょっと泣きそうになったんですよね、正直。そうだからそれがなぜなのかっていう理由がよくわからないけど、すごく興味はまっすぐだし、絶対に手段は間違ってると思うけど、すごく寂しい人なのかなとは思います。もうとにかく勘のいい子なので、子役さんっていう目ではなく、本当一緒になんか戦っていく仲間という風にすごく見れる子供さんだったので、ちょっとびっくりしましたね。入っちゃうと考えてやるともうあそこまではきっとできないので、私はあの時はもう本能ですね、本能にでとりあえずやらせていただきましたね。できる範囲の中で本当になんか気持ち重視で、やらせてくれるそのさんっていうのがやっぱ大きいなって思うし、でもだからこそすごいその組をやるときは台本を読み込んでいかないとアドリブが絶対におかしいことになるので、そういうプレッシャーもあります。役を理解してないとそのさんと対等に話し合えないというか、現場で絶対にそのさんは突然もう1分前とかにいろんなことを言ってくる人だから、でもそれがすごく楽しい。目からこう毛があってこれツーって伸びていくとか、なんかあーっていうすごい感じがして、人間が一番心理的に怖くないですか。お化けガンみたいなことよりもなんかすごいこっから入ってこっから出てくるみたいな、こっから入ってこっから出てくるみたいなのがすごい怖いから、想像力をすごいかきたてられますよね。髪の毛ってそのさんのことなので、グロくなってるだろうなと思います。どこか異国の地。異国の地で。でも海の色が異国っぽいですね。の話とはの流れとは関係なく、その女の子のイメージシーンっていうのを聞いてたんですけど、やってる時にそのなんかいろいろ昔のことを思い出したりっていうのを聞いたので、笑うのもそうだけどなんかね、涙が出てきそうに なりましたね。劇中の中で髪を切られるシーンがあるので、それに関してはすごい気持ちいいんじゃないかなって自分で思ってるんですけど、その後にねスキンヘッドになるのはかなりドキドキですね。メイキングでしか多分声も聞けないと思うんでこのインタビューのみで楽しんでください。今のよかった。こうやってやって、すげえこう無造作にね物扱いして、でこっちはなんかかわいいかわいいって。はい、じゃあやろう。本番。はい、はい、いいですか。よーし、スタート。はい。はい、オッケー。やっぱね、あの台の上に乗ってで実際ハサミでジョキジョキ切られるあのハサミのね音が怖いって思ったことが今までなかったから、本当に怖いと思ったし、これちょっと間違えたら死ぬんじゃないかと思ったし、手にね鈴を握ってたんですけど、本当ね鈴だけが友達みたいな感じで自分の気持ちは
本当にあの瞬間はあの3人がすごい怖いと自分で思ったし、なんで髪切られてるかも分かんないし、でもただごとじゃないことも分かってるし、ただね、なんかすごく涙が出る環境までいけたなって思います。なんかまだあるんじゃないかなっていろんな経験もさせてもらったし楽しかったです。台本読んだ時に思ったのは、こうもうちょっと表情があったりとか、もうちょっと切なさが出るのかなと思ったんですけど、その切なさを出すのに逆に最後の最後までこう表情をつけなかったりとか動きをつけないことでっていう演出を監督がなさったので、でもそれは逆にやってるうちに自分でもそれが多分一番かわいそうな女の子にすごく見えるんじゃないかなって。髪の毛切るシーンもそうですし、こう涙を流したりとか血を流したりするシーンをすごく綺麗に撮っていただいてたので感動してます。表情とかも変えていただいたりとかメイクとかも変えていただいたりとかしているので、ちょっとずつの変化を楽しんでいただければなと。あと彼女がふと手にした鈴が彼女の唯一の心の救いというか、実際ね持ってやってたのでずっと自分でも気に入ってたし、監督に「鈴は最後まで持ってるんですよね」って聞いて、細かいことに注目してもらえたらなと思います。そうですね。ここまでのやつで言う正しいかどうかわからないけど、楽しみは楽しみだね。あれちょっとお姉さん言葉見たくなったじゃないですか。これ全くそういうふうに演じるってよくあるじゃないですか。例えばそのおかまの方とかおかまではないですね。じゃないんですよね。そういう喋りじゃないところの寂しげってことですね。寂しい孤独がゆえに。そうですよね。そっちの方のあれでそういう喋りになってるっていうこと。そうです。むしろ幼児系の方に近いですか。そういうふうに考えると。刑事に怒られるシーンで前はダメじゃないかって言われるだけでちょっと涙ぐんじゃった。大人に怒られるの大好きなんで、やっぱりそれがすごい悔しかったりすると本当に悲しくなるなっていう。相手にされたいけど世間が相手にしてくれないっていう、やっぱりそういう寂しさが募ってて、下で出てなんとかこううまくいったら強がりたいっていう意識がある。僕の大切なファンタジーなんですよ。これはまあ一つのこのメロディーがキーワードだっていろんな人にやっぱり自分は安全な人に思われたいっていう意識がやっぱり高いですから。これ赤白のやつ僕いいで靴は赤か青、これ赤だからこう青いとか、隣にぬいぐるみがいてダメだろとかいうような感じ。こういうちょっとこう質の変な人っていうんですかね、そういう役は確かに今まではあったんですけど、ここまで、深いというか広いというか、そういう役は今までの中で初めてなんで、割とね正直言うと自分のイメージとそんなにこういう感じだったらどうなんだろうって考えるじゃないですか。そういうのとね距離感があんまりなかった感じがしました。だからオーバーオールを着るっていうのも僕今までの役割の中で初めての経験だし、ワクワクしてるところなんですけども、面白いと思いました僕は。はい、裸の気持ちでその国の現場に迎えればいいかなと今は思ってます。はい。こういうところにつけるんですよね。じゃあ僕がここで。回りましょうか。はい。くる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 てんてん。くるくるてんてん。もう一回てんてんやってください。てんてんだぞ。てんてんだ。どっからでもてんてんだ。ありがとう。
毎日原爆の楽しいです。はい、監督ともいろいろ話をさせていただきながらこう作ってるんで、だいぶ山崎という人のなんとなくこういう感じかなという方向性が見えてきてる。決してこの山崎は人を殺してるわけではなくてね、どっかこうそういう幼児性みたいなものを残しつつも、人間のこう持ってる悲しさみたいなものですかね、背中に持ってるようなもの、山崎の中でいろんなこう人生の歩み方があったんでしょうけども、人ともあんまりこううまく交わることもできないで、不器用にこう世の中と渡り合ってきたんだと思うんです。あるいは全く渡り合ってきてないのかもしれないんだけど、ある意味かわいそうではあるんだけども、でもただかわいそうというキャラクターだけではなくて、そこに逆に言うと人間の一面を見るというか、そういう部分もあるのと同時に、ただ残虐なことをなんかこう平気でやる人間ではなくて、山崎なりのその人間としてのユーモアをちょっとこう散りばめたいかなという、それはまあ僕としての今欲求もあるんですけれども、そんな感じで今は考えてます。泣いてるの？あれは自分へ向けてる言葉のような、世の中にこう虐げられてるんだ、いじめられてるんだねっていう、ある種のこう共通体験というか、もちろん主体に語ってるんですけども、なんかこう共通のそういうこう体験意識みたいなものがやっぱり山崎の中にあるんでしょうね。だからある種のこう独特の優しさなのかもわかんないですね。なんとなくああいうシーンもだからさらっとやればいいんでしょうけど、ただなんかこうさらっとできないんですよ。あの瞬間になってくると、何も喋らない死体との要するに交わりじゃなくてね、死体がかぶってるシートを一緒にこうそこに同居するっていうんですかね、そこでやっぱり喋りたかったっていうのが、まあ突如そういうふうに思っただけなんですけどね。でその現場がちょっとあって行ったんですけどね、確実に気持ちの中にその山崎が、残ってるんですよね。だからあんまり普段そういうこと感じなかったんですけど、感じることないんですけど、今回はやっぱりそれだけインパクトの強い役だったんだなということが改めて感じましたけどね。その役にふさわしいテンションっていうのがきっとあるんですよね。で山崎には割とそういう少しこうハイテンションというか、割と高いテンションを維持しつつ、でも自分の存在意義というか、そういうものをそういうところにしか見出せないところなんでね、それはすごく役を演じるにあたってはやっぱりものすごく、大事だったようなやっぱり気がするんですよ。投げたボールを投げ返せる、またそれで投げ返してくれるという、そういう意味でもどういう投げ方しようかみたいなことはね、やっぱりただ投げるだけではなくて、またどういう受け方をするんだみたいなことももちろんありますし、そこはやっぱりものづくりの面白さですよね、きっとね。ああいうのなんか何気に置いとくとやっぱり使いたくなるんですね、僕ね。これに乗って山崎がじゃあ現れたらどうだろうみたいなことをやっぱりその場で考えちゃったりするとやっぱ面白いですよね。ビールさんとか小道具さんとかある種のこう、OC これ使うかなどうかなみたいな、なんか試された部分みたいなのもあるんでしょうしね。そういう細かいことですけど、細かいことのやっぱり積み重ねみたいなのがね、ちょっと思わぬようなアイデアを生んでみたりすることもあるので、この間油壺行った時もあそこは死体を運ぶだけのシーンだったんだけども、あそこの海を見てあの形、山崎のその要するにその住みかとされてる秘密基地のようなところに行ってしまって、下にこう波があったりするとなんかそこにいたくなるんですよね。だから監督にお願いして、全くその本にはなかったシーンだけども、短いカットだけども、そういうところに山崎が佇んでるってどうですかねっていう、ある種こう山崎の別の顔というかね、一人の孤独な顔みたいなものがあると面白いかなと思ったんで、そういうふうに監督に言ったんですけど、撮りましょうという回答を即答していただいて、ああいうこうその場に行かないとちょっとこう生まれてこないというか、思い浮かばないみたいなところがやっぱあったりして、それはそれで面白いなと思いますけどね。目に気をつけたのは初めてですよね。だからあれでも結構やっぱり準備等々やっぱり撮るのも時間かかるし、つけるのも時間かかるんだけども、ここまでやるとは思ってなかったんでちょっとびっくりしましたけど、それは映像を見てる楽しみに僕もしてますけど、半日以上つけてたんで、ちょっとやっぱりね、その撮った後多少変でしたね、やっぱりね。視界がほとんどこう薄め状態で見てる状態なんで見えないんですよね。面白い体験だったですね。気
気持ちかけて手かけてみたいなことなんでしょうね。やっぱりものを作るってそういうことなんですもんね。だってね、通常のお芝居では体験できないようなことをやっぱりね体験させてもらったわけですから。山崎演ずるのはもう僕以外ないってやっぱ思いたいし、それぐらいやっぱり愛着ありますし、やっぱり監督ともスタッフの皆さんとキャストの皆さんとやっぱりこう積み重ねてきてできたキャラクターだと思うんで、やっぱりこう手かけた子供が生まれたわけじゃないけども、やっぱり愛情ある役になるといいかなというふうには思ってます。部屋部屋マイ部屋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 。これはまあ自殺サークルの続っていう映画の続編のために、取材してた時に、まあ、変わった髪型の子がいて、それは一体何なのだと、聞いたところ、これはエクステだと。知らない他人の人毛が商品となって売られていて、それをつけるっていうのがファッションになってるっていうのをその時取材で聞いて、もうすぐに、エクステはホラーになるなと。どっから来た髪の毛かもわからないようなそういうものっていうのは気持ち悪いし、なんでまあ大体2つぐらいの、まあアイデアがパッと浮かんだのは、いろんなまあ中国とか、ジャマイカとかそういったところからの輸入物だと聞いたんだけど、輸入してくる船のコンテナの中には髪の毛がものすごい大量に入っていると。日本中の美容室を満たすだけの髪の毛が送られてくるってことは相当量なんで、もしもその貨物船が沈没した日には海岸が髪の毛で真っ黒になってしまうのではないかと。これがまあ一つと、もう一つはエクステそのものが人を襲うということがまあアイデアにあったと思うし、本当純然たるエンターテイメントとして考えていて、自殺サークルはエンターテイメントよりも人に嫌がらせするっていうことのが先行してたんで、自分の気持ちは。いわゆるホラーファンとかそういうのを超えて、クラスメートの一番なんていうか嫌なやつになりたかった。ひねくれた人間みたいな感じのものが自殺サークルだとすれば、本当文化祭で一生懸命面白い催し物を作ってますっていう感じの、そんなのがエクステですね。ジャンヌ・ダルクの、まあ、家来で、ジャンヌ・ダルクと一緒に戦った勇気ある、戦士なんですけども、まあ、すごく正義と美と善なるものを信じてこうジャンヌ・ダルクと戦って、ジャンヌ・ダルクが火あぶりの刑にされたということに耐えられずに、この世の悪の限りを尽くしたという、もう前半は正義の限りを尽くし、後半は悪の限りを尽くすっていうピュアな、男。ちゃんと調べて、いろいろ読めば、文献読めば面白さが分かっていただけると思うんですけども、僕の大好きな、中世の悪魔がいまして、実在する。その名前が美しいし、ジル・ドレーって前面に出すだけじゃなくて隠し味として、まあ、美容室の名前にしたらどうかなと思ってつけました。特にそれ以上の意味はないですね。なんか日本のホラーっていうのは意外と髪の毛が怖かったんじゃないかなっていうのに思いが分かって、結局本質的には髪の毛ばっかり描いてたんじゃないかなと。とすればその髪の毛を持っている本体の貞子とかそういったものを抜いて、髪の毛だけでも勝負できるんじゃないかなっていうのが思いついたら、髪の毛のその怖さっていうのはまあ何通りも出てくるなっていうのが思ったのかな。どっかで自分なんですよね。なんでやっぱり自分のこと書いてれば大体山崎になると。登場人物でも善人を描くのはあんまり面白くないというか退屈で、そういった癖があったり変態だったりする方が描いていて楽しいので、まあ自分もそういったジャンルの人だと思っているんで、描きやすいっていうか描きやすい。で山崎は自然にまあ生まれてくる僕の仲間ですね。人生を謳歌し、ためらいもなくその自分の趣味趣向に走る、まあ、そういう意味では人生のアーティストだと
いうことですかね。妥協せずに、必要なカットは取らねばならないと、それだけを考えて練習してきましたので、とにかくいろんな絵を取り切ったということですね。自分のイメージしたものっていうのは所詮自分のイメージしたものでしかないんで、そういう窓口を広げてくれるキャメラマンなり役者なり美術なりライティングなり、いろんなものがありまして、台本以上のものができたなと思ってますけど、栗山千明自身ではなくて、栗山千明と距離のある絵が多かったと思うんですけど、僕は今回彼女の素の彼女に近づけようとしましたね。演技の幅がある女優だと思うんで、そういったことを出してあげたいなと思いましたけどね。もともと山崎はすごい小さなキャラクターだったんですけど、山崎が主役を食うぐらいにならないと面白くならないだろうなと思いまして、一生懸命描きました。でその結果、大杉さんもその書いた分乗っていただいて、逆に言うとサプライズな感じだと思うんですけど、だから大杉さんはいろいろ考えてくれて、僕が考えようとしてることとすごいマッチングして、セリフを生き物にしてくれる人なんで、やっぱりセリフは生き物にならないと話にならないんで、そういう意味で大杉さんはすごく乗っていただいて、山崎っていうキャラクターを作ってくれたなって感謝してますけど、台本に足りない部分を前の版とかにもうずっとやってまして、台本というのは全くその栗山千明とか大杉さんとかっていう人を知らないまま書いてますからね。あってこういう人がこの役を演じるんだと分かった途端にどんどん変わっていくわけであって、明日の撮影するシーンであったりもっと前からあるっていうのもありますけども、基本的にはお互いそうだと思う。大杉さんも、俺も演じながら俺が演出しながら山崎っていうのを、ぶれないように確立したっていうことじゃないですかね。よくわけわかんないけど撮ってるんじゃなくて、もう現場で全部このシーンの編集から音から音楽まで見えてるのが一番いい。うまくいってれば監督のやることは何一つないっていうのが一番ベストな環境だと思います。現場だと思いますね。例えば鈴のクリスマスツリーの関係、そして、あれは最初はもともと鈴を持たせることだけが決まってたんが、その美術の人がクリスマスツリーを持ってきたことによって12月に彼女が拉致されたことに僕はしましたし、完成したものはもうちょっとクリスマスが強調されるわけであって、そういったすごい脚本的なものすごく作品にダイレクトに食い込むいろんな発想っていうものがいっぱいあっちこっちに散りばめられているはずだし、誰が何をやったかっていうことよりも作品が面白がってもらえればベストだと思いますよね。これは大杉さん演じる山崎がバラバラに最後なってしまうんですけど、それ用の型取りをしてます。顔の方に今塗ってるのが歯医者さんの時に使う型取りで使うこのぐにゃぐにゃしたの分かります？あれと同じ素材なんですけど、それを顔中に塗っていって、で呼吸ができなくなっちゃうんで鼻の穴だけ残して丁寧に塗っていくっていう感じですね。で今鼻をちゃんと息ができるようにずっと注意しながら塗っていってます。でその後にこれは綿をつけるんですけど、綿をつけた後に石膏のギブスを塗っていくんですが、綿をつけておくとこのアリジネートっていう素材なんですが、これと石膏がくっつくっていう効果があるんです。でこれで塗って石膏のギブスをつけて、で石膏が固まればこれで外せる感じですね。で今手でチェックしてるのは、石膏が固まってくると熱を発するんですね。でその熱が来てるかどうかっていうのをチェックしてます。で今これヘラで外してます。ここまで来るのに多分30分ぐらいかな、それぐらいの時間が経ってますね。
これで外れるかな、外れた。ここで結構ね、これすっきりする瞬間です。結構苦しかったと思います。でこの後に最初に入れたこの歯型を取るこのアルジネートっていうのがどんどん空気で縮んでっちゃうんですね。で乾燥していくんで、すぐこう石膏を流し込んで大杉さんの顔の本当にそのままの状態を保つためにすぐ石膏を入れてます。でこれも何回か入れて、こう取っていくっていう形です。で今外します。これ石膏がもう固まったので、もうこのアルジネートっていう型はこれはもう1回きりなんで、全部こう柔らかいやつは捨てちゃいます。でこれが出来上がって、今目を開けて修正しました。ジェリーキャストっていう素材で大杉さんの皮膚の感じを出すために作ってます。顔と足は、操作できるようにウレタンスポンジでこう関節を作って操作してます。髪の毛のシートを作ってるところです。これ黒い布にまず黒いウールっていって布の細かい素材を作っていって、エクステの紙をつけるんですけど、それを作ってセットに、つけていくっていう形をとってます。とりあえず本人の髪の毛を引っ張った状態で宙吊りにできれば一番ベストなんでしょうけど、そういうわけにはいかないんで、ご本人の髪の毛をまず、しまい込んで、そこに別の要は皮膚と髪の毛を移植していくっていうか、そういう作業をやってます。一番大事なのはその生え際のその引き吊りなんで、そこの部分には結構気を使いましたけど、途中問題というか、現場で夏夫さんの結局髪のボリュームがすごくあって、それをしまい込んだ上からまた別の髪の毛を足していくのに、少し用意してたウィッグが、サイズが合わなくて、で現場にある毛を足しながら、対応していったんですけど、現場ではよく現場で対応しなきゃいけない事態とかがあるので、今回はこういった形で別の毛を用意してたので、うまい具合にそれを利用して、問題をクリアすることができました。多分普通にリアルに考えて頭皮が髪の毛で引っ張られてあそこまで伸びることっていうのはないと思うんですけど、ただそこをやっぱり要は見る人に伝えるのに多少オーバーにその引き吊り、要はかなり宙吊りにされて、異様な世界観じゃないですか。だからそこをオーバーに、だけどオーバーすぎてもまた嘘くさくなっちゃうので、その辺の微妙なニュアンスでやっぱりその毛細血管だとかっていうものも、実際はこんな風に出ないかもしれないんですけど、そこはインパクトとして、このシーンに要は迫力を加えるために足しました。はい。